キャラクターを左右に動かし、反復横跳びのスコアを競うゲームを作りましょう。ジョイパッドを使わずに、キャラクターを動かせるんだ。スコアやタイマーの使い方も一緒にチェックしていきましょう。スタートボタンを押して、スタートプロジェクトを開きましょう。ゲームに使うオブジェクトが用意されてるね。一部のオブジェクトには、あらかじめプログラムが入っているものもあります。また、ゲームに使う変数も登録してあります。この4つの変数を使うんだね。じゃあ早速、キャラクターを動かしてみようよ。円にプログラムしましょう。ボタンが押された時に移動したいから、このブロックだね。こんな風に一瞬で移動させるにはどうするのかな。このブロックを使ってみましょう。今いる場所から決まった距離だけ動かすことができます。ブロックをコピーして左ボタンも作ってみるね。試してみましょう。ちゃんとボタンで移動できてるね。うまくいきましたね。下に落ちた時にゲームオーバーにしたいな。下に落ちると溶岩の床に触れるので、接触したらのブロックを使ってゲームオーバーを作りましょう。キャラクターの表示をオフにしてエフェクトもつけてみよう。エフェクトマークをクリックして、好きなエフェクトを選択できます。テロップも出してみようよ。ここにテロップに表示したい文字を入力し、テロップのオブジェクトを選択します。テロップの色も変更することができます。好きな色を選べるんだね。試してみましょう。エフェクトをつけるといい感じになるね。次はスコアをつけてみましょう。2ページ目にプログラムします。反復横跳びだからスコアのルールが複雑だよね。右、中、左と3つのブロックを行き来するので、ブロックに触れた時にチェック済みであることを変数に保存しておきましょう。右 OK の変数が1ならチェック済みってことにするんだね。ブロックをコピーして左ブロックのチェックも作ります。左ブロックに触れたら左 OK の変数を1にするね。これで左右に触れたチェックができたので、中央のブロックに触れた時にスコアを追加しましょう。両方の変数が1の時にスコアを追加したいから、もしが2ついるのかな。AND というブロックを使うと2つの条件を組み合わせることができます。右 OK と左 OK を組み合わせてみましょう。へえ、便利なブロックだね。でもこれって条件を組み合わせるならこうじゃない。もちろんこれでも OK です。変数の値が1の場合は条件が ON と同じ意味になります。1が ON の代わりになるんだ。条件を満たしたらチェック用の変数をリセットしておきましょう。これでやっとスコアを追加できるね。現在のスコアをスコア用のテキストに表示しましょう。スコア変数を組み合わせればいいね。プレイヤーに分かりやすいように項目も入力しましょう。ちょっと難しかったけどうまくいってるかな。左右のブロックに触れてから中央に触れると、わあ、スコアが増えてるね。これでゲームの基本部分ができましたね。制限時間をつけて時間内のスコアを競えるようにしてみようよ。ではタイマーにプログラムしましょう。タイマー用の変数を用意しているので、スタート時にタイマーの値を決めましょう。とりあえず重量くらいにしてみようかな。秒数は後から変更してもいいですね。次に繰り返しを使って秒数と同じ回数繰り返します。ゲームオーバーの時にはタイマーを止めたいな。もしブロックを追加して円が表示されていると条件にしておきましょう。じゃあタイマーを表示させてみるね。タイマー変数を組み合わせてあと何秒みたいに表示させてみよう。1秒待つを追加して1秒ごとにタイマーを1ずつ減らしましょう。これでタイマー
の表示ができたね。繰り返しが終わったらゲームクリアです。ここでも、面が表示されていれば、という条件を作りましょう。表示されていれば、ゲームクリアだね。テロップを選択します。ゲームオーバーとは、違う色にしてみようかな。喜びを表現するために、モーションも追加してみましょう。面の、喜びのモーションを選びます。これで完成かな。ゲームが終わった時は、ボタンやタイマーを非表示にしておきましょう。操作できないように、隠しておくんだね。試してみましょう。秒数が表示されて、タイマーが減っていくのがわかるね。時間が0になると、モーションとテロップが表示されたね。これでゲームは完成です。やったー。ぜひお友達とハイスコアを競って、遊んでみてくださいね。いろんなアレンジも楽しんでね。